番乗り場に特急列車上海10号松山行き特急です。左に出て、どっかこの辺にね、なんか金色のポストがあるって言われたんですけど、あれもう辛いで超えると痛くないですか？どうさんうわ、すごっ。ばっかりよって言われる。
れ見えますよね、こう石垣も向こうから見たら、それ見えないんですよ、私たちが見ても。双眼鏡で見たら、まともに見えたんですよ。では右側素晴らしい。世界で。
引っ張るのはここで引っ張って、重しはこれです。かもしれないけど。
ベタ並み。よっしゃ、降りてきましたぜ。なるほどね、そうかもね。あ、でもよっしゃ、さあ着きました。海底の大きな岩礁に当たった潮が吹き上がる湧き潮が見られます。座礁事故が何度も起きている航路の難所です。すごい生きてる。歩道が立っている周囲約127メートルの小島が灰崎島。七福神の一つ弁財天が祀られ、右手の周囲約867メートルの島が能島です。この2つの島が能島城跡で橋で結ばれていたという伝承があります。島全体が天然の要塞です。名前の通り荒々しいが新しくなります。大きく円を描く流れが川のような流れが特徴です。前方のトンボリ市現在は波乗せ海岸の岩を見て海の鍛錬をしたところです。細い竹は君の矢にする矢だけです。海賊の知恵が生かされています。段になって流れる潮流が見どころです。前方の砂浜は船隠し、船だまりなどと呼ばれ、潮の流れが穏やかなところで船の係留や荷揚げ場に適したところです。テラス状に岩礁が平らに削られているところが武者走りという通路です。島全体を囲んでいたようですが、波に削られ今はその一部しか残っていません。武者走りのところにくぼんだ岩穴が見えませんか？それが岩礁ピットです。島の周辺にはおよそ400個余り残っています。岩礁ピットは海城だけに見られます。
を係留する柱や桟橋の支柱を建てたものと思われています。次の体験ポイント、船折瀬戸へ向かいます。しばらく流れゆく左右の景色をご覧ください。ありますが、この辺りの瀬戸の急流にちなんだものでしょう。この船折瀬戸は左手の博多島と右手の鵜島に挟まれた瀬戸です。船が折れるほどの急流が一気呵成に流れるので船折瀬戸と呼ばれています。海の難所ですが、九州と大阪を結ぶ最短ルートでプレートしきりにせがむんよ。恐ろしくなりそこを抜いた海の難所です。も見ることができます。次のポイント、能島と貝崎方面に向かいます。実際に使用していた痕跡がある陶磁器などが多数出土しています。また一番下は砂浜で杭を立ててお地蔵さんがやってきてな、イカ、タコ、そこら中の魚を呼んでのまもなく到着します。
行きの道です。はい終点。ありがとうございました。中はおこぜの皮や肝湯引きが入ってます。でこれは酢の物、ちょっとこれだけお品書きが後ろの方に書いてますけど、あとは順にこう出てきますので、お酒また合わせてどうぞ、お声かけてください。じゃあごゆっくりどうぞ。
美味しいこれ。お刺身。こちらですか。おお。おお。素晴らしい。どちらに座られても結構です。美味しそう。
およそ3分で到着いたします。国の重要文化財に指定され、陸定前方に見えておりますのが、左手この尾道水道の景観は、日本遺産に認定されました。本日は千光寺山の
食事バイキング方式ですので、どうぞご自由に。はい。取らないって言ったからね。ついてきて。